皆さんこんにちは。今回の動画はハワイ6泊7日の旅の後半編です。たくさん美味しいものを食べてエネルギーチャージできました。またプールでゆっくりしたり、ビーチでのんびり過ごしたり、また来たいなと思える旅先でした。ぜひ最後までご覧ください。後半の3泊はこちらのハイアットリージェンシーさんに宿泊をしました。簡単にホテルの中を紹介しようと思います。ハイアットは宿泊者用のタワーが2つ大きく並んでいて、そのタワーの間にこういう渡り廊下みたいなものがあって、そこにお土産屋さんや、コーヒーショップが入ってます。ワイキキでよく見る貝コーヒー、これを部屋に持ち帰って飲んだりしました。吹き抜けになっているので全体的に開放的な空間になっています。これは無料のお水サーバー、こういうちょっとした遊びができるスポットもあります。そしてこちらがプールです。プールサイドにチェアが結構たくさんあるんですけど、割と取り合いでした。温かいジャグジーがあるのも良かったです。ジャグジーは割とどの時間帯も人口密度高めでした。行かなかったけどビュッフェのレストランもあります。さて客室に行ってみましょう。私たちが予約したのはシティビューのツインルームです。広々としたデスクにテレビ、またバルコニーでもチルできるスペースがあります。バルコニーからの景色はこんな感じで、高い建物が意外とあるのがよくわかります。ホテルオリジナルのウォーターボトルにスリッパがあったのもありがたかったです。冷蔵庫もあって、飲み物系もぼちぼち最低限揃ってます。緑茶もありました。引き出し開けてみた。クローゼットは3泊分の服を入れるだけの十分なスペースはありました。お次はバスルームです。清潔感があってよかったです。トイレとお風呂は一体型でした。でも湯船にそれなりのスペースがあるので、そこまで窮屈さは感じませんでした。さてホテルの近くでお昼ご飯を食べに行きます。やってきたのはビーチ沿いの通りにあるお店で、チーズバーガーインパラダイスというバーガーショップです。ハンバーガーはオープンにベローンとなってるタイプでした。野菜もしっかり入ってて、こういう風に合体して食べました。美味しかったです。目の前のワイキキビーチです。ここは防波堤みたいなものがあるので、波も穏やかでお子さん連れにも良さそうでした。近くにはコインロッカーもありました。ここのお店は昔日焼けスヌーピーのグッズを売ってたっぽいんですが、今はもうなくなってるみたいでした。ムーミンも可愛いです。この後はホテルでビート板みたいなものを借りれたので、海でプカプカ浮きながらチルしてました。最高です。夜はブラブラお散歩しながら気になってたマラサダに挑戦します。3つで$5ぐらいだったと思います。この日は夜ご飯は軽めに済ませたくって持ってきたカップヌードルをいただきます。そしてマーケットで買った気休めのシーザーサラダ、美味しかった。食後はやってみたかったベランダチルを買ってきたビールとサラミとポテチで楽しみます。ワイキキの街の夜景もなかなか綺麗でした。
おはようございます。今日もいい天気です。この日は朝からワイキキビーチからダイヤモンドヘッドの方向に少し歩いたところにあるカイマナビーチというところに行ってみようと思います。15分ぐらい歩くと一部ビーチじゃないエリアもありました。到着。なんでここに来たかというと、なんか運が良ければアザラシが見れるっていうことだったので、とっても期待してきました。でもいませんでした。残念。海自体はすごく綺麗で、ワイキキビーチよりも人が少ないので穴場かもしれません。見えるかな、銀色の小魚たちが泳いでます。癒しです。砂浜も広いのでゆっくりするのもいいですし、近くに足の洗い場があったのも良かったです。戻ってきてお昼ご飯を食べます。若干のオーシャンビュー嬉しい。ハワイってほんと一個一個のご飯のサイズ大きいですよね。シーザーサラダと食べたかったロコモコに挑戦します。期待してた分普通でした。この日はホテルのプールでゆっくりとチルをします。ハイアットのプールはそんなに広くないので、私たちはこういうベンチでゆっくりすることの方が多かったです。夜はこちらのイタリアンで予約してなかったので整理券をもらって割とすぐに呼ばれました。ピザやパスタ、ステーキ、タパスなどいろいろあります。贅沢にワインのチェイサーでビール、タコのセビーチェ、新鮮で美味しかったです。他にはピザとカニのクリームパスタがとっても美味しかったです。食後に ABC マートを徘徊しようと思います。カップヌードルは1個700円弱ぐらいしますが、こっちでも買えます。この辺はばらまき土産に良さそう。あとドラえもんやサンリオのキャラクターのハワイ限定のグッズが結構多くって、これもお土産に良さそうでした。私も何個か買いました。お値段はまあまあするけど旅の思い出に良さそうです。他にも水着や服も売ってるので現地調達には困らなさそうです。夜のビーチを見に来ました。海はとっても静かで、ここでぼーっと過ごすのも良さそうです。海沿いのレストランはとっても賑わってました。ハワイ旅行ももう後半、寂しいです。おやすみなさい。おはようございます。ヘルシー美女がよく食べているアサイーを買いに来ましたが、マラサダの方が個人的には好きです。お土産に定番なホノルルクッキー、いろんな種類がありましたが、この箱に自分の好きなクッキーを何個か詰められるシステムがとても良かったです。あとなんと毎年年に1回9月に開催されているフローラルパレードというのがこのタイミングで見ることができました。唐川通り沿いに続くパレードで、騎馬隊やあとはフラダンスをされる方だったり、すごい華やかな演奏が行われたりしてて、見ててとっても楽しかったです。チーズケーキファクトリーでテイクアウト、とっても濃厚で美味しかったです。一日ゆっくりできる最後の日だったので、プールサイドでゆっくりしたり、ビーチに行って海でプカプカ浮いて遊んだりしてました。楽しかったな。ハワイ最後の晩餐はこちらのビアバーに行きます。お店の中は広々しててテラス席もあってよかったです。ハワイの地ビールがたくさん置いてあって、1パイントだいたい10ドル弱ぐらいで飲めます。ビールがうめえんだわ。なんかロンドンのパブでこういう食事よくしてたなってしみじみ思いました。とっても美味しかったです。食後のマラサダをこのドゥークスレーンマーケットに買いに来ました。2個でだいたい3ドルとかだったので軽くつまむのに良かったです。
最後なのでホテルのプールサイドでお酒をゆっくり飲みます。なんかロンドンから帰ってきて初めてゆっくり行けた海外旅行だったので、とっても楽しかったし、また行きたいなと心から思いました。おはようございます。帰る日です。明日は会社に行くことを考えるとメンタルが辛いです。まだ日も上がりきってなくてとっても涼しかったので、朝の散歩は最高でした。さあ、ワイキキで食べる最後のご飯です。果たして私たちは何を食べに来ているでしょうか。じゃーん、マラサダでした。ここは揚げたてホクホクふわふわを食べさせてもらえたのでとっても美味しかったです。初めてのハワイだったので、多分他の方からしたらもっとこれ食べなよとかあったかもしれないんですが、これはこれでとっても楽しい旅でした。空港のラウンジで軽食をいただきます。 JAL 特製ハワイアンチキンカレーとラタトゥーユ。他にはチップスやポップコーンなどのスナック系、またパンもありました。チキンラーメンもあります。ソフドリも揃ってます。席は十分ありそうな感じでした。さようならハワイ。次は自分の両親とかも連れてきたいな。 JAL のエコノミークラスです。いつものスナックとリンゴジュース。機内食はロコモコを選びましたが、お味は普通かな。あと豆腐のサラダとか副菜もついてます。デザートにパイナップルソルベは美味しかったです。着陸のちょっと前に軽食のサンドイッチが出てきました。あとはこちらのクッキー美味しかったです。日本社畜はほどほどにまた海外行こうと思いました。最後までご覧いただきありがとうございました。少しでもいいねと思っていただけましたら、いいねやチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。